こんにちは、としです。今回は久々にフレームを変えたので、ちょっと動画にしようかなと思います。インスタグラムとかではね、発信してたので、知ってる人は知ってると思うんですけど、チタンフレームにしました。ヌースのルータス。読み方合ってるかな？ルータスの、19.3 インチ、トップチューブ 19.3 インチのやつですね。こちらです。はい。ちょっと入りきらないけど。これですね。ヌースのロゴが、ヘッドにも入ってます。この色ですね。ヘッド周りを、ちょっとね、色をね、つけました。でこれはバーナーで焼いて、色付けしたんですけど、このバーナーで色をつけた、ところに関しては別の動画にしようかなと思います。で、今回の動画では、フレームを変えた経緯とか、あと、変えてどうだったかとか、あとは一応スペックの比較みたいな、前回のフレームとの比較だったりとか、あと、重量がどのぐらいになったかとか、そういったところをね、話していこうかなと思ってます。まず、変えた経緯なんですけど、前乗ってたフレームが、ちょっとクラックが入ったというか、クラックの前兆みたいな、すごい細い髪の毛ぐらいの線なんですけど、それが出ちゃったんで、ちょっとそろそろ行きそうだなっていうので、フレームを買うことになりました。前乗ってたやつは、モーテルワークスのトリップっていうモデルの 19.5 インチですね。トップチューブ 19.5 なんですけど、すごく乗りやすかったです。何の不満もなく、すごい乗りやすいなと思って、乗ってました。CP のカラーもすごい気に入ってたし、なんだかんだで2年以上は乗ってたと思うんですよ。3年は乗ってないですけど、2年ぐらい乗ってて、購入してすぐに折れちゃったわけではないです。なので、強度的に別にすごい弱いとは思ってないです。なのでもう一回ね、トリップ、同じのを購入しようかなっていうのも考えたんですけど、ちょっと前からチタンフレーム気になってたんですよ。このヌースのフレームが出る前には、チャリ&コーとか、バイキングですね。ビッキー・ゴメスのブランドのバイキング、からもチタンフレーム出てたと思うんですけど、そういうのを見て、いいな、チタンフレームいつか乗ってみてえなっていうのはあって、ちょっとそのために、ちょっとずつ貯金してたっていうのもあるんですよ。半年とか来年ぐらいには、チタンフレームに乗りたいななんて思ってたんですけど、今回ちょっとクラックが入っちゃったので、いい機会だなと思って買うことにしました。で、ヌースからは2種類出てるんですよね。ルータスと、もう1個なんだっけな。ちょっとここに表示しときますけど、2種類出てて、僕はトップチューブが、あんまり短すぎるよりは、そうですね。比較して 19.3 のルータスの方がいいかなと思ったので、フレームワークっていうか、ジオメトリーとかいうのかな。シートチューブのところの長さが長くて、トップチューブとダウンチューブが潰れてないデザインなんですよね、ルータス。モーテルワークスのトリップと比べると、そこは幅が広くて、そこもまたね、見た目としてはかっこいいと思ってます。ただ、リアトリックやるときには結構潰れてる方がいい場合もあったりするんで、そこがどう影響するのかなっていうのはちょっと、気になってたんですけど、乗ってみようということで、ルータスにしました。トップチューブのね、関係で、トップチューブ短いとちょっと問題がありそうなので、前のモーテルワークスのトリップから 0.2 インチだけ、小さい、ルータスにしました。0.2 インチっていうと、約5ミリなんですよね。ほんと、5ミリって言ったらこんなもんですけど、5ミリだったらね、多分自分はそんなに体感できないだろうなと思ったんで、そこは特に気にならなかったです。トリップの 19.5 乗る前は、18.8 か 18.9 のやつ乗ってたんですよ。短めのやつに乗ってたんですけど、それでも乗れてたんで、19.3 だったらまず問題ないかなということで、今回 19.3 選びました。で、スペックはですね、ちょっとこっちに表示しておきます。ちょっと今覚えてないんで、ここに出しておきますけど、さっき言った通りでトップチューブが 0.2 前より短くなって 19.3 ですね。あとヘッドアングルとか、チェーンステイの長さとかはこんな感じになってます。はい。ただね、僕、あんまりね、そのヘッドアングルとか、チェーンステイの長さの違いとかっていうのが、あんまりわかんない人間で、ここはね、詳しく解説できないんですよ。申し訳ないんですけど。
多分ね、いろんなフレームに乗って、すごい考えて乗ってる方は、違いがわかるんだと思うんですけど、ちょっとね、残念ながら僕は、違いのわからない男なので、ちょっとね、その細かい角度の差とか、チェーンステイが 0.4 インチ、長くなったり短くなったりっていうのの差がね、ちょっとわかんないです。なので、ちょっとそこについては、詳しい検証はできていません。まあそういうサイズ的なスペック以外のところで言うと、BB がね、ミッド BB になってます。最近はスパニッシュ BB が多かったりとか、その前はユーロ BB もあったり、チャイナ BB も最近ファーイーストサイクルで使われてたりとか、あと何があるのかな、昔アメリカンとかもありましたよね。アメリカン BB でっかいやつとか、そう BB もいろいろ種類があるんですけど、僕が最近使ってたのはずっとスパニッシュのタイプでした。まあ聞いたところによるとミッドの方が、ちょっと大きい分、強度が高いみたいなことは聞きました。僕はしっかり調べてないんで、わかんないんですけど、まあミッド BB の方が強いけど、その分ちょっとだけ重量があるみたいなことを聞きました。で、チェーン引きがね、内蔵されてるんですよ。これね、本当好きなんですよ。モーテルワックスのトリップとか、その前のモデル、アンバサダーとかでも、これ採用されてたんですけど、このエンドのところにね、中にネジ穴がついてて、この細いネジをこう締めると、リアのシャフトがグッとリア側に押されて、チェーンがしっかり貼れるんですよね。これめちゃくちゃ便利で、リアトリックメインでやるライダーはよくわかると思うんですけど、ラードヤードだったりバックヤードとかで、こう、クランクが曲がってきちゃうっていうのは結構鬱陶しいんですよね。それを防止するために、チェーンを結構がっつり引くっていうのがあります。まあ、チェーン引きすぎると、それはそれで、いろんなところに負担がいくんで、いいか悪いかっていうのは、いろんな意見があると思うんですけど、まあ、僕は結構チェーンを引いて調整してるので、この内蔵のチェーン引きはめちゃくちゃ嬉しいです。で、もう一個嬉しいのは、シートクランプですね。シートクランプが一体型じゃないのが嬉しいです。なんか他のフレームで僕一体型シートクランプになってるやつのフレーム乗ったことあるんですけど、ちょっと不具合が出たりするんですよ。不具合が出たことがありました。っていうのと、強度的にもちょっと、個人的には心配なところがあるんですよね。何かあった時に、そのクランプを取り替えられるっていう方が安心感があるので、シートクランプは別がいいなと思ってたんです。シートクランプが別付けだと、そこでデザインをね、自分好みに変えられたりもするので、それも嬉しいですね。あとは、そのフレームのエンドですね。エンドは 14mm になってます。14mm 対応。10mm シャフトのフリーコースターハブ使ってても、一応、アダプターみたいなので、対応はさせられます。ちょっとね、これ困ったのが、このアダプターが付属してないんですよ。10mm から 14mm に適用させるためのスペーサーみたいなちっちゃいアダプターがあるんですけど、それが付属してなくて、前のモーテルワックスのトリップには、それが付いてたんで、ちょっと流用しようと思って、トリップのやつを持ってきたんですけど、幅が合わないんですよね。モーテルワックスのトリップは 8mm、確か 8mm なんですけど、このヌースの場合は、エンドが、厚さが 6mm なんですね。で、2mm ぐらい、薄くなるんで、そのエンドの厚みよりも、そのスペーサーというかアダプターが、出ちゃうので、ペグをこう締めようとした時に、最後まで締め切っても、なんて言うんだろう、固定されないんですよ。エンドよりもスペーサーが出ちゃうんで、エンドにしっかり固定できないっていう、なんかそういう問題が発生して、最初ちょっと組めなかったんですね。で、なんとか、他のペグについてたスペーサーとかをちょっと無理やり流用して、今、なんとかくっついてるんですけど、そこのスペーサーだけちょっと付属してたら嬉しかったなと思いました。一応ね、Amazon でも売ってたので、今、購入して、この動画撮ってる、今日ですね、一応購入して、何日か後には届く予定です。6mm 厚のやつ買って、もし誤差とかがあって微妙にそのエンドから出ちゃったりして、締められなかったらショックなので、一応 5mm のやつを買っておきました。念のため。ちょっとそこのエンドのところだけ、組み立てるときに、ちょっといろいろバタバタしたんですけど、結果としては組めたんで良かったです。で、フレームの重量ですね。このルータスのフレーム自体は 1.12kg です。めちゃくちゃ軽いです。前乗ってたモーテルワックストリップの 19.5 は 1.86kg。全然重くないんですけど、軽い方だと思うんですけど、今回チタンフレームにして 640g
軽くなりました。いや、これすごいですよね。なんかいろいろパーツ変えて 640g 軽くしようとしたらめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、フレームだけで 640g 軽くなってしまいました。1.12kg ってすごいな。はい。ちょっとね、今別の日に動画撮ってます。この、総重量を測りたいなと思って、体重計を使って測ってみたんですよ。まず自分の体重測って、その後、自転車持った状態で、体重計乗って、自分の体重を引くっていうのをやったんですけど、あれ体重計ってそんなね、高いやつじゃなければ、精度が低いんですよね。床の硬さによって結構、ばらつきがあったりするんで、出てくる数値に。いろんなところで試してみたら、ちょっと全然、ダメで、差がめちゃくちゃ大きくて、ろくに測れなかったので、これを買いました。吊り下げ式の測りっていうんですかね。ここに吊り下げて、物の重量を測るってやつで、これは、まあまあ精度が良さそうなやつです。で、だいたい 50g 単位まで対応みたいなのが多いんですけど、もうちょっと精度が高いのが良かったので、10g 単位まで測れるやつでやってみようと思います。で、ちょっとね、精度がどんなもんなのかなって気になったので、これを測ってみたんですよ。これ0に1回して、重さがね、これですね。0.66 って出てると思うんですけど、さっき、他の測りで測ってみたんですよ。電子スケール。僕がいつもコーヒーで使ってる、測りにこれ載せたら、全く一緒だったので、これは一応精度は高いと思います。というわけで、これでね、測っていきます。これを引っ掛けた状態で0にします。よし。持ち上げます。ちょっとね、ブレが出るんで、何度か測ってみたんですけど、8.45 から 8.46 が、多かったですね。8.45 とのことですです。軽いのかな重いのかなちょっと他の人の自転車の重量って僕あんまり知らないんで、よくわかんないんですけど。フルチタンで組むと7キロ切るんだったっけな ?6 キロ台も行くんだったかななんかね、そんな話も聞きますね。軽量化すれば劇的に上手くなるってわけではないんですけど、体への負担は減らせるかなと思ってます。はい。とりあえず軽量は以上です。はい。続いて、実際乗ってみてどうだったかっていうのを解説していきたいと思います。あくまで僕の感覚の話なので、100% 信じずに参考の一つとして聞いてもらえればいいかなと思います。ちなみに僕はさっきも言ったんですけど、あんまり繊細な感覚の違いみたいなわかんないんですよ。フレームのこの長さが何ミリ変わってこうなったとかっていうのは正直ちょっとわからないです。っていうのもあるので、そんな感じで聞いてもらえればと思います。でまず簡単に言ってしまうと、もうめちゃくちゃ乗りやすくなりました。この乗りやすさっていうのが、サイズ感の問題っていうよりは、軽さの問題ですごい乗りやすくなりました。で正直に話しちゃうと、僕はもともとパーツを変えたからといって、劇的に上手くなることはないって思ってる派なんですよ。もちろん、パーツを変えたことで、上手くなりやすいっていう効果は出ることもあると思うんですけど、あんまりパーツのせいにしたくないっていうのがあって、なんかね、このパーツが悪いんじゃないかとか、パーツをこっちに変えたらうまくいくんじゃないかっていう考え方はちょっと嫌だなと思ってて、僕の中でですよ。他の人がそう考えてても別に否定はしないんですけど、僕はそう考えたくないな。なんだろうな、うまいかどうかはその人の能力次第だから、自転車のせいにしたくないっていうのがあるんですよ。結局自分の努力不足をパーツのせいにしたくないっていうのがあって、今回すごく軽いフレームになったからといって、そんなに大きく変わったりはしないだろうぐらいのつもりでいたんですね。そんなに期待しすぎず使ったんですけど、これはいい意味で裏切られました。軽いとこんなに乗りやすいのかっていうのをね、ちょっと実感して、ちょっとパーツを真剣に選ぶっていうのも大切だなと思いました。で、軽くなって何が良かったかっていうと、まずは使う力が少なく済みました。感覚的に言うと、今まで使ってた力の半分ぐらいの力で済むみたいな感じですね。僕はリアトリックしか基本やらないので、リア系の話にはなっちゃうんですけど、レグウィリー関係だったりとか、フロントアップする瞬間の力は全然いらなくなって、むしろ今までの感覚でやったら上がりすぎちゃって、
まくれちゃうみたいな、そのぐらい軽いです。まあ、ここは慣れれば問題ないんですけど、そのぐらいね、力がいらないですね。あとは軽いことで、自分がこう入れた力がダイレクトに加わりやすいんですよ。例えばグライドの漕ぎとかでグッてこう、ハンドルをグッグッグッってやるときなんかにも、自分が入れた力がこう、ダイレクトにすぐ自転車に伝わるみたいな感覚があって、今までよりもなんか早く反応してくれるっていう感じがあります。まあその分、力の入れ方はちょっと繊細になるような気もするんですけど、すごく乗りやすいですね。で今まで話した力が伝わりやすいっていう内容と、関連してくるんですけど、力をあんまり使わなくて済むので、疲労感がないんですよ。疲れないっていう感じですね。その疲れないことで2つメリットがあるなと思って、1つはルーティーンの後半でも体力が残ってるっていうのがあります。ルーティーン、まあ僕そんな長いのできないんですけど、ルーティーンってこう長くなればなるほど最後の方、後半の集中力が切れてくるというか、疲れて安定感がこうちょっとなくなってきたりとかしやすいんですけど、なんかね、そこが集中力が最後まで持つというか、あんまりこう体力が奪われないので、なんかね、ルーティーンの後半が楽になりましたね。もうなんか疲れてヘトヘトで、もう集中力ねえみたいな感じで、こう一生懸命やってたところが余裕が生まれたというか、そんなところがあって、なんか今までメイク率そんなに良くなかったルーティーンがちょっとだけメイク率が上がったような気がしました。で、その疲れないことでの2つ目のメリットっていうのは、単純に練習時間が長く取れるとか、体力の回復が早いみたいなのがあって、前のフレームで乗ってた時よりも疲労感が少なかったんですよね。あれ、このぐらい乗ったのになんか前ほど疲れてないなみたいな感覚は本当に感じて、そういう違いもあるんだなと思いました。なので長く練習する人ほどね、ここは感じられるんじゃないかなと思います。あとは、体への負担が少ないですね。さっきの疲れにくいっていうのとちょっと近いっちゃ近いんですけど、最近僕が練習してる技なんかは結構右手首に思いっきり負担がかかる技なんですよ。飛んで着地して右手でこう持ってなきゃいけないんで、車体を支えなきゃいけないんで、右手首にすごい負担がかかってて、もう腱鞘炎になってたんですよね。腱鞘炎気味になってて、結構こう痛い中テーピングしながら練習してたんですけど、やっぱね、その負担もかなり減りましたね。車体をガッて回すのも楽になったし、ガンってこう、衝撃が来た時のその負担感っていうのもすごい減って、こう体に優しくなった感じです。で、僕が10代とか20代前半だったら筋力とか体力とか若さ、回復力の速さみたいのでカバーできたかもしれないんですけど、もうね、言っても33なんで、もう少しずつこう体力が落ち始める頃ですよね。なのでね、ちょっと体をいたわるっていう意味でも、軽量化は良かったかなと思います。これは本当に、結果が出てるかなと思います。あとサイズ感のところで言うと、トップチューブがこう5ミリ短くなったりとか、チェーンステイが5ミリ長くなったのかなとかいろいろあるんですけど、正直そんなに差を感じなくて、いい意味で、本当に前乗ってたトリップと、多分基本的には似てると思うんですよ。技をやってる時も、なんかサイズ感変わったなみたいなのが全然なくて、乗りやすかったです。これはね、たまたま僕が前乗ってたやつとちょっと近い、スペックだったからっていうのはあると思うんですけど、本当にサイズ感の面でも軽さの面でもすごく乗りやすいフレームだなと思いました。本当に良かったです。高いお金払って、これで乗りにくいってなったらどうしようって結構ね、怖かったんですけど、僕にはちょうど良かったですね。はい。そんな感じで、ルータスの紹介はね、以上になります。ちなみにこれ別にPR してくれとかは全く頼まれてません。僕がフレーム変えてね、これ良かったなと思ったんで、ちょっと動画にしてるだけです。で、ここがね、めっちゃ気に入ってるんですよ、この色が。バーナーで焼いたとこなんですけど。これちょっと焼いてる様子とか、気をつけた点とか、そういうのをちょっとまとめて、また動画にしますんで、どっちも見てもらえればと思います。またバイクチェックの、動画もやりたいですね。なんかね、そろそろバイクチェックやりたいなとは思ってたんですけど、そんなに去年と変わってないから、あんまりやる必要ないかなって思ってたんですよ。だから今回、フレームも変わったんで、シートとかちょこちょこ変わったんで、
いい機会なんで、もう一回、今度バイクチェックをやりたいなと思います。そう、意外とバイクチェックに、海外の方からのね、コメントをいろいろいただいたんで、やっぱりセッティングはみんな気になるんだなと思いました。確かにね、他の人のバイクのセッティングって、すごい細かいところまで見ないですもんね。ちょっとパッと見させてもらって気になるところを、話聞いてみたりとかしますけど、根掘り葉掘りスペックを聞いたりとか、全部のパーツをいちいちチェックできるかっていうと、そういう機会ってあんまりないと思うんで、なんか面白いのかなと思います。結構似たようなスタイルの人の話とか聞いたりすると、あ、そういう風に考えてこのパーツ選んでるんだとか、なんか、ここのパーツって軽ければいいのかと思ってたけど、意外と合わないんだ、軽いと。重い方をわざと使ってる人がいるんだとか、なんかそういう発見もあったりするんでね。なんかね、そういう話をみんなでできたら楽しそうですよね。はい。今回は以上になります。ここの YouTube 以外にも、いろいろ SNS やら、ブログやらをやってますので、そっちも見てもらえたら、嬉しいです。ブログの方だと、この YouTube よりも頻繁にいろいろレビュー記事を投稿したりとかしてます。BMX に関係あるものだったり、BMX に関係ない、ちょっとアウトドア用品を紹介したりとか、普通に T シャツ紹介したりとか、なんかそんなのもあります。あとノート。ノートの方は日記みたいな感じですね。なんとなく思ったことを書いてるみたいな、風に使ってます。どちらかというと BMX 少なめですけど、普段の生活全般のことを書いてます。仕事だったり、生活のことだったり、BMX のことも書いてるんですけど、インスタグラムが一番使ってますかね。インスタグラムは普通に投稿もするし、ストーリーも載せるしみたいな感じで、一番頻繁に使ってるので、気になる方はそっちも見てみてください。あとは試しにやってるのは音声配信ですね。試しにやってるだけなので、ちょっといつまで続けるかっていうのはわかんないんですけども、音声配信っていうのも手を出してます。作業しながらとかね、聞くのにはちょうどいいかなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。